こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は地図32枚目の途中までで、もうこの地図ではメサは見つからないかなというところまでです。どの地図でも見つからないんじゃないの？ともかくサクサク埋めて、次の地図入りを目指します。そういえば、最近急に死の予感がやたらしていた原因がどうやらようやく思い当たりました。前回、陸上でのラグが最近再発しているとお話ししましたが、そのためいつか致命的な操作ミスをしそうな気がしてきたからのようです。ラグがなくてもそのうち死ぬんじゃないの？さて、バイオーム表については更新なしで、メサ6種類とジャングルの突然変異だけが残ってます。地図の方はこんな感じです。なぜここまで広くなってしまったのか、私にはさっぱりわかりません。テリーの深層心理ではいつまでもメサゼロが続くことを願っているからよ。勝手に深層心理を読まないでください。5分ほど進んだところで海に阻まれてしまいました。でも、なんとなくリードでラバを引いて渡らせるのはまだ怖いです。ここは水蓮の葉で渡ってみましょうか。これだけの距離を葉で渡るのは初めての試みです。ちょこまかと半分以上進みました。ラバの体は1ブロック以上あるので、本来は葉を一つ置きに置けば水に落ちないはずですが、怖いので間を開けずに敷き詰めています。嘘。いやそれはさすがにないわいや真面目な話、今ラグが発生してたんですよ。ラグが解消される直前の全身操作が、ラグ解消直後にまとめて反映されて急加速してしまったんです。うわぁなんか垂れてる。ゾウさんかしら。でもゾウさんにしてはなんか薄かったような。これだけ薄いと生物の造形と見るのは誤りですね。これは平面に書かれた作りかけの8分音符と見るべきでしょう。叩いたら鼓膜破れそうね。山岳の尾根に登った先で、豚と羊がせめぎ合っていました。羊が場所的に不利です。危ない。下にもう一匹羊がいたの？もう、そういう時はすぐファーっと叫ばないと。ゴルフではないのですから、そこは、ラーックです。落石じゃなくて落羊の時でもラーックでいいの？棒だ。確かに棒ね。今までプレイしていて、ここまで長いのは初めて見ました。先っぽに火をつけて松明にしたくなるわね。火遊びダメです。さて、もうぼちぼち異様達成の瞬間がやってきますよ。異様？何かしら？一度も穴に落ちずに地図丸1枚埋め終わることです。そういえば前回そんなこと言ってたわね。あれから一度も穴に落ちてなかったの。マジでいけそうですね。もうほんとあと少しです。マジで？今の穴見分けづらすぎですよ。あまりもしもの話は意味ないのだけど、もしも今地図見なかったら穴に落ちなかったかもしれないわね。まあでもこれでまた新たなパターンを学習したので、次の33枚目こそ異様を達成してみせますよ。それから30秒で、32枚目の地図の調査が物悲しく完了しました。おや？また羊が襲われていますね。ここはヤジ馬じゃなくて何か私にもできることがあるかもしれないので駆けつけます。遅かったか。いやまだ命を守れる羊がいます。身を張って守らないと。手持ちの木材を羊の周囲に置いて守ってあげればよかったのに。そんなことしたら木材がもったいないじゃないですか。羊は襲われる運命だったんです。さて、取り出したるは位置調整用の地図ですが、
この南東が33枚目の作成ポイントですね。急ぎましょう。それから2分後、山岳に入りました。山岳の標高だと峡谷がほとんどないし、草もほとんど生えてないので穴が見分けやすいんですよ。割と安心してサクサク移動できるのは山岳くらいなので助かります。なので山岳では穴に落ちることはめったにないです。それよりよくもまあこんな小さな穴にピンポイントで落ちるわね。私もそれがいつも不思議です。まあ、垂直の縦穴を登ることだけはなぜか手慣れてるので大した問題ではないですけどね。それより大きな問題が一つ。この今落ちた穴の位置は地図33枚目の中なのでしょうか。境界線上のようよね。でも、それの何が大きな問題なの？この後33枚目を埋め終わるまでに穴に落ちなかったら、地図1枚分、穴に落ちない偉業を達成したと言い切れるのかが問題なんです。どの道別の穴に落ちるから考える必要ないわよ。お、久々の超仲良し羊を見つけました。まあもう珍しくもないんですけど、でもなんでこうひっつくのが見つかるのかが未だに不思議です。やっぱり同じ場所にスポーンしているのかしら。いえ、ラグのせいじゃないかとうすうす思っているんですけど。さて、水蓮の葉で川渡りをしていたところです。いきなり水蓮の葉をすり抜けるのやめて。まあ落ちたのは水深3ブロックでしたけど、さすがに焦りました。ひょっとして、水蓮の葉はブロックよりも小さいのでしょうか。だとすると水蓮の葉はなるべく真ん中付近を渡らないと危ないんですね。またも海に阻まれてしまいましたので、船の位置ずれ対策で一旦海を埋めてラバを連れに戻ってきました。なんか、33枚目の地図の作成ポイントまでなかなか進めないでいます。普通なら10分もかからなそうな距離だったわよね。マイクラが私を33枚目に寄せ付けないようにしているのでしょうね。つまり、メサは33枚目に隠されています。で、先ほどの海をラバ引き連れてせっかく渡ったのに、着いたのはただの小島でした。もういいや精神でラバはこの島で待っていてもらい、単独行動で地図作ってきます。ってなんか海上に1ブロック浮いてますね。石や土ではなく砂っぽい色です。ほう、やはり砂ブロックでした。海の上で浮遊頑張っています。思わず近寄ってみましたが、真下通ると埋没ダメージ受けそうな危ないブロックだったりもするんですよね。ようやく地図作成ポイントの付近に到着です。結局陸地でしたが、峡谷がすぐ脇にあったり危なっかしいです。しかしメサがある地図には罠が張り巡らされているはずなので、これ本当にひょっとしそうですね。その理屈はおかしいわよ。いえ、マイクラに隠されたドラマチック演出仕様に気づきさえすれば、これが伏線だと見抜くのは容易なことなんです。さて、この地図が完成したらいよいよ、冒険の時間地図33枚目に突入です。地図作成ポイントまで思ったより色々あったので、33枚目埋め始めは次回に持ち越しとなりました。今回はキリがいいのでここまでです。なんか最近次回の予定が狂ってばかりの気がするのだけど。そこはすみません。この地点まで何事もないと予想してたので想定の倍時間がかかりました。さて、次回はこの33枚目の地図でメサを見つける予定です。その次回予告確実に外れるわ。それではまたね。バイバイ。